皆さんこんにちは、なつきです。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは創価学会の男性と結婚した私の体験をお話しします。ラジオみたいな感じで気軽に聞いていただけると嬉しいです。今回は問題提起の動画です。またいろんな意見が出そうですね。創価学会のイメージが悪い理由、宗教とは何か、この2つを考えていきたいと思います。Google フォームでいただきましたメッセージを2通ご紹介します。1つ目のメッセージです。ラジオネームやたこさん。私は生まれた時から創価学会に入会していたいわゆる2世です。小さい頃は会合に参加していましたが、中学生くらいから野球を始め、現在30代に至るまではほぼそういった場所には参加していません。この度結婚することになり、パートナーや私含め、家族が創価学会の人間であることを打ち明けました。私としては特に問題になると思っておらず、軽い話のつもりで伝えましたが、パートナーとしてはかなり重く受け止められていました。その後、パートナー本人と向こうのご家族で話し合いが行われ、ご家族もショックが大きかったようです。パートナーは私が退会することを望んでいて、退会しなければ結婚もしたくないと話しています。私の気持ちとしては、特に学会活動に参加することもなく、悪いことをしているわけではないですし、退会する必要があるのか疑問に思っています。また自分の親、兄弟含め、親族も創価学会であり、人柄も非常に良いため、創価学会の人間全体が悪であるように言われている気がして悲しくなりました。これまで通り何も変わらない。危害も加えられることもないと何度も伝えましたが納得してもらえません。世の中的にはそんなにも創価学会のイメージは悪いものなのでしょうか。個人的には宗教や思想は自由であり、その組織に属している人は NG であると、一括りにするのは差別ではないかとも思っています。結局何が言いたいかわからない内容ですみません。なかなか他人には話せる内容ではないので、ここに書き込ませていただきました。最後になりましたが、YouTube はいつも拝見しています。応援しています。やたこさんありがとうございます。大丈夫です。ちゃんと伝わりましたよ。私が Google フォームを設置した大きな理由はそれです。誰かに話せる内容ではないことを一人で抱え込まずに気持ちを放つために作りました。日本人のほとんどは無宗教なので、宗教や宗教的な活動に対して抵抗があります。学会は政治にも関わっていて、昔からの釈伏するイメージが世間に知られているので、イメージが悪いと思います。だからもちろん、信教の自由はありますが、学会に属している人を一括りに悪く捉えてしまうこともしょうがないと思います。例えば、ある学会員の良くない言動がネットにさらされると、学会員ってこういう人なんだと思ってしまう。全員そうではないことはどこかでわかっているが、学会員イコールこんな言動をする人だと脳に刻まれてしまうからです。サスキューという表現をしていますか？さすが九州の略で褒め言葉ではありません。男尊女卑の考えが残る九州の男性を指して皮肉るネットスラングです。皆さんわかっていますよね？九州の男性全員がそんなわけないじゃないですか。単に悪口なので、それこそ偏見や差別につながります。学会も同じように世間の人は知らないから悪いイメージが先行しているんです。たった一人の言動イコールみんなそうだと思ってしまうのは人間の心理なのでしょうか。たった2、3人が同じことをしていたらみんなそうだよと言ってしまうみたいな。さらにネガティブ要素は決まって人の脳裏にしつこく焼き付きますよね。創価学会の人間全体が悪であるように言われている。私も学会の人って悪いイメージしかなかったです。私は学会の夫と一緒にいることでネット上で騒がれているようなことはないんだなと分かりました。学会が悪く思われることを防ぐためには知ってもらうしかありません。それはほんの一部の学会員であって全員ではないとか、今はそんな活動はしないとかね。そうは言っても理解してもらうのは難しいです。
根付いてしまった偏見が邪魔をして耳を傾けてもらえない。以前仏法は正しいと言っている人たちについてどう思うか夫に聞いてみたことがあるんです。釈仏という文字がイメージさせるように折って正すようなことは今はない。相手の思いをねじ伏せてまで仏法は正しいというのは間違い。本人が他の宗教を正しいと思っているならそれでいい。昔からの反強制的に説き伏せるみたいなことが印象に残っている人がたくさんいる。だから創価学会の悪いイメージが残っている。このようなことを話していました。これは青年部の皆さんによる活動が学会のイメージを変える肝になってくるのでしょう。青年部の方に変なプレッシャーを与えてしまいましたかね。すみません。二つ目のメッセージを紹介します。ラジオネーム夕焼けさん。今の時期夕焼けはとっても綺麗ですよね。なつきさん、いつも気になる点を動画で配信してくださりありがとうございます。学会の方々のメッセージ紹介の動画とても良かったです。私は学会3世40代で結婚して子供がいます。私以外は学会に入会していません。そして私は今数年未活となっています。未活の理由は活動が息苦しく感じるからです。自由さが感じられないから。両親や祖母との会話に必ず学会の話を切り込んでくるのも苦しいです。学会活動していれば素晴らしいとか幸せになるとか。新聞も大白蓮華ももう随分前に契約解除したのですが、そのことを言えずにいます。そのことを話したらどうなるかと心配と不安があります。そんな悶々としている宗教、創価学会って何なんだろうと感じています。今はネットもあるし、いろんな本もあるので、学会に固執しなくて良いように思えます。そして学会の方で何人か不快に感じる方もいて、余計に学会自体がよく思えないでいます。好きなもの、嫌いなもの、興味あるものないもの、共感できるかできないか。熱心に信じ活動している人からすると、私のような未活の人間は良くないと認定されているのでしょう。他人から思われているだけならそれでも別に何も思わないのですが、身内がほぼ皆活動しているので嫌になりますね。取り留めのない話ですみません。宗教に更新手続きみたいな制度を作り、これからも活動を続けるかアンケートなりあると、活動する人と活動を得る人がはっきりできるので、そういうのがあるといいですね。人間の活動は自由です。思想も自由。そういう柔軟な風になってほしいです。これからも動画楽しみにしています。応援しています。夕焼さんありがとうございます。創価学会って何でしょうね。創価も元は新興宗教です。そう言うと怒られるかもしれませんが、キリスト教だってユダヤ教から派生した新興宗教だったんです。活動を息苦しいと感じるなら未活でいいのではないでしょうか。学会活動していれば素晴らしいとか幸せになる。そう信じていればそう思えるのだと私は思いますよ。そう思ったらそうってやつです。素直に信じることって簡単なんですよ。疑問を持っておられるならそう思って全然悪くないと思います。違和感を持ち続けることは結構大切だと思います。客観視ができていって思考力が育っている感じがしますね。冷静な判断ができます。活動家の家族にどう思われるのか不安に感じる気持ちはわかりますが、夕焼さんの人生なので、私はこう思うんだという気持ちを秘めておいていいと思います。家族に本心を伝えたいなら話してもいいと思いますが、ずっともやもや悩む時間のエネルギー消費が半端ないので、内緒にしておいて学会の話をされても、右から左へ受け流すくらいの対応をしてもいいのではないでしょうか。私のこの YouTube 活動も一部の人から良くないと認定されていると思います。でも大丈夫です。夕焼さんのように応援してくださる方や共感してくださる方がたくさんいらっしゃるからです。もともと批判を受けることは覚悟して発信を始めました。だから夕焼さんが学会に疑問を持つ気持ちを否定しなくてもいいと思います。思想は自由ですよね。おっしゃるように今は大量の情報があるので学会にこだわる必要はないと私も思いますし、
何を信じるか、何を大切に思うのかは自由です。宗教、哲学、思想、もっと軽いところで言うと自己啓発。雰囲気は似ていますけど、比べてみると結構違うんですよ。今あなたが何かに悩んでいるなら、その悩みは何千年も前に哲学者が答えを出しています。本屋さんの棚を見てください。自己啓発本が大量にあります。どうしてか。人の悩みは昔から同じで変わらないからです。自己啓発本で語られている内容は、すでに古代の哲学者が考えていたテーマです。古代ギリシャ時代から思想は存在していて、哲学者が存在しています。ある思想をいろんなフィルターという名の人を介して新たな思想が作られた。体験が異なるので考えられることが違って様々な視点や切り口が生まれます。一方で哲学や自己啓発を宗教と比べてみると似ているけど違います。大きく広く言うとどう生きるべきか、なぜ生きるのかということを考えるのは共通しています。人間としての成長、心の成長を目指しているという点で同じです。根本的な違いは信仰を通してどう生きるべきかの問いを考えるのが宗教。自分の経験や理性を通して答えを導き出すのが哲学や自己啓発です。論理的に判断する力と言えるでしょう。信じる根拠や方法、重視することが違います。学会員が信じる根拠は仏法ですよね。哲学や自己啓発は思考する力や自分の経験、心理学の要素が含まれていると思います。現実的なノウハウと言っていいでしょう。宗教は学会で言うと学会員さんが信じている祈りの力で問題を解決しようとする。これは反論があるかもしれませんが、祈らずに問題解決できますか？祈らずに仏法を信じるだけで問題解決できますか？祈ると生命力が湧くとかアイデアが湧くとね、夫は言っていますが、現実的に考えて祈りに頼らない人は自分の考える力と行動する力を信じます。考えて理解する感じです。仏法の教えも哲学と言えますが、その教えは祈りあってこそではないのでしょうか。まずは祈ってみたらと皆さんおっしゃる理由はこれなのではないですかね。あるいは仏法のことが何もわからなくても簡単にできるからでしょうか。こちらの動画、青年がなぜ活動したいのかの答えが一つここにあるかもしれないです。宗教を信仰しなくても自分を成長させる術は、自分を救える術はすでにあります。仏法を学ばなくても古代の哲学者や有名な経営者が解決方法を提示してくれています。これまでの動画でも私が話している内容に関して、仏法ではこういうことと同じですとか、人間革命に同じようなことが書いてありますとか、コメントをいただいたことがあります。はい、そういうことなんです。仏法を学ばなくても他の誰かが他の視点で切り口で同じようなことを話している。だから仏法じゃなくてもいい、仏法である必要はない、学会活動である必要はないと思います。基本的に人は自分の思想、意見が正しいと信じていると思います。他人から自分の意見に賛成してもらえると、受け入れてもらえると、自分の信念が正しいと確かめられるからです。他人の意見を論破したい人は、論破することで自分が正しいと確かめたいという欲求があります。単純に言いまかしたいとか、自分が優位に立ちたいと思っている。いわゆる自己顕示欲が強いタイプですね。他人と意見が違って当たり前です。考え方が違うだけなので、なるほど、あなたはそう思うんですね、の姿勢がないと、創価の教えを広められないんじゃないかと私は思います。その意見はおかしいというより、なるほど、あなたはそのような考えなんですね。仏法ではこういう見方をするんですよ。と言えば相手は聞いてくれると思いませんか？新たな視点を与えてあげるんですよ。論破されたら、やっぱり創価の人ってこうなんだね、と思って仏法を知る道を遮断してしまいます。何度も言いますが、学会でも今は考え方も活動も自由です。こちらの動画でパソコンを売るセールスマンの例えを話しました。
セールスマンを通してパソコンを見ていると、学会員である自分たちの言動によって学会のイメージが作られていると思いませんか？学会は大きな組織でいろんな人がいることは分かっていますが、同じ思想を信じているのに、学会のイメージを悪くするような人がいるのはどうしてでしょう？そうなると、学会の人たちが信じているものってどうなの？と疑問に思うことは至って普通だと思います。単に理解度の違いなのか、解釈の違いなのでしょうか。最後にめちゃくちゃ当たり前のことを言いますね。完璧な意見なんて絶対正しい思想なんてこの世に存在しないと思います。私はこれまでの動画でたくさん自分の意見を話していますが、もちろん自分の意見が正しいとは思っていません。もう全部にね、米印個人の意見ですと注意書きをつけたいくらいです。でもそうしない理由は、個人的にと冒頭にくっつけてどうこう話すことは逃げ道を作っているからです。言い訳になると思っているからです。私個人の意見なので批判しないでねっていう免罪符みたいな。仮にブログなどの文章で発信する場合、読者の読解力によって伝わり方が異なります。動画で発信しているとはいえ、人によって理解度が違って当たり前ですし、視聴者さん全員に理解してもらうことは不可能だと思っています。そもそも YouTube で自分の意見を堂々と発信すること自体、批判されることから逃げられません。個人の意見として言いますが、祈ることって簡単じゃないですか。信仰心がなくても手を合わせることは誰でもできます。だから辛いことから簡単に逃げられる、祈れば大丈夫だっていう簡単な解決方法なのかと思いました。宗教の存在意義はそこにあるのかなと思いました。そもそも自分に満足している、自分の人生に満足している人、強く生きられる人にとって宗教は必要ないと思います。誰かの教えや思想ではなく自分を信じているからです。日本人が信仰に抵抗があるのは当たり前です。日常的に信仰していない人の方が圧倒的に多いから、マイノリティな習慣に抵抗があるのは当たり前じゃないですか。お箸を使ってご飯を食べているのに、明日から朝ご飯だけでも手を使って食べてくださいと言われたら抵抗がありますよ。手でご飯を食べる良さを力説されても、お箸で食べる方がずっと快適で当たり前なので、どれだけおすすめされても、お箸がこの世からなくならない限り、食べ方を変えないと思います。文化の違い、日常的に染みついている習慣の例えで食べ方を例に挙げました。なんかいまいちでしたかね。私の発言に対して反対意見が出ることは当たり前だと思っています。でも反対意見をもらってこうやって宗教ができていくんだなと思いました。A という思想に反対する人たちが集まって B という宗派ができる。B の思想を信じる人が集まって出来上がっていったのが新興宗教です。はい、ということで今回の動画はこれで終わります。今回はなんというか広いような狭いような深いお話ができたのではないかと思います。脳みそがね、疲れました。高評価やコメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。個人的にこう思いますとか、個人的にという言葉を使ってしまいがちですが、私はこう思うといえば個人的にと言わなくても、それは個人的な意見。